はい、こんにちは。チャチャチャです。モンスターハンターワイルズのメディア向け先行試遊会がありました。先行試遊会では、オープンベータテストからの武器調整を含む調整点が反映された開発バージョンで、ゲーム冒頭からうずつな撃退までの序盤の範囲と、別で用意されたデータでププロポルとネルスキュラの私有ができたそうです。この動画ではメディア向け先行試遊会で判明した解像度やフレームレート、武器調整、うずつな、ネルスキュラの重要な新情報をまとめて共有したいと思います。解像度とフレームレートの設定。先行試遊会は通常のプレイステーション5で行われました。オープンベータテストではフレームレート優先でも場所によってはフレームレートが前後しやすく、グラフィックが全体的にジャギーが出ているという不具合がありました。最新バージョンではこのあたりが改善され、レンダリングが綺麗になり、60fps を維持できるようになりました。さらに Day1 アップデートでは、PlayStation 5 Pro 用のエンハンスモードが追加される予定とのことで、PlayStation 5 Pro であれば高い解像度で 60fps を維持して遊べるだろうとのことです。つまり通常の PlayStation 5でも十分に遊べ、PlayStation 5 Pro ではさらに綺麗なグラフィックを楽しめるということです。いやー、これは朗報ですよね。またパフォーマンス設定では解像度優先、フレームレート優先に加え、バランス重視と新たにバランス重視が追加されました。バランス重視かつ 120Hz 出力設定をオンにしている場合は、フレームレートの固定設定で 40fps で固定を選択することが可能になります。フレームレートがばらつくと遅れが体感しやすくなることから、普段ハイスペ PC でハイフレームレートで遊んでいるという方以外は、バランス重視かつ 40fps で固定で遊ぶと快適に遊べそうです。ヒットストップや SE。ヒットストップや SE も調整され、過去作と同じように攻撃時の歯ごたえを感じられるようになりました。肉質の柔らかい部位に攻撃すると SE が変化するようにもなり、こちらの音がなかなか爽快になっています。グラフィック、フレームレート、SE 部分だけでもオープンベータテストと比べかなり印象が変わりそうです。概要欄に各メディアさんの動画 URL 貼り付けておりますので、ぜひそちらから音もチェックしてみてください。HUD の改善、専用ゲージ類などの武器固有情報はオープンベータテストよりもサイズが大きくなっていて、かなり視認しやすくなりました。上の画像は台の状態。標準状態でもオープンベータテストの台より大きいです。オープンベータテストではゲージの確認で視点が動いて、うっかりモンスターから被弾してしまうなんてこともあったんですが、こちらの改善によりより快適にプレイできそうです。ホットドリンクや新しい環境生物。ホットドリンクと同じ性能を持つ環境生物、ほかほかコロモムシ。この環境生物を採取することで、ホットドリンクを飲まずとも寒い地帯で活動ができるそうです。また、ひんやりコロモムシも確認。暑さを緩和する効果のある蜜が溜め込まれていると記載があるので、クーラードリンクの効果と同等かと思います。わざわざドリンクを飲むモーションを挟まずとも、これらの効果を得られるのはいいですよね。その他にも雪玉小金からスリンガー弾け氷弾が確認できました。氷属性のスリンガーです。ベースキャンプの施設。オープンベータテストではなかったキャンプメニューとして BGM の変更。身だしなみメニュー内にハンター装備の見た目設定、お供装備の見た目設定が加わります。見た目設定では重ね着装備、アンダーウェア、チャームの表示切り替えが可能です。防具を装備していてもアンダーウェアを表示できるというのは新しい要素です。簡易キャンプ。フィールド上に複数個設置できる簡易キャンプは、カラーやペイントはもちろん、キャンプギアという簡易キャンプ周辺に配置できるオブジェクトでデコることができます。オープンベータテストの冒頭のみで利用できたトレーニング用の樽もキャンプギアから設置することが可能です。また、オープンベータテストでは簡易キャンプの職人にカーソルがあってファストトラベルがしにくかった問題がありましたが、
調整後はキャンプ職人にはカーソルが合わなくなるように改善されました。これ本当にストレスだったので嬉しいです。加工屋。加工屋は装備を生産・強化できる場所です。今作ではゲームを進めるとおすすめ装備の項目が追加され、進行状況に適した生産可能な武器・防具を一覧でチェック可能になりました。これめっちゃ便利ですよね。今作は生産に必要な素材数が少なめで、あまりモンスターを討伐しなくても生産していきやすいかもしれません。しかし今作ではレ・ダウの狩猟書などというアイテムが入手でき、部位によってはその狩猟書が必要な場合もあるみたいなので、モンスターハンターワールドのアルバトリオンやミラボレアスのように討伐しなくとも部位破壊や落とし物だけで作成できないという装備もありそうです。総中根の猟虫は素材を消費して育成する形になってました。異常気象、吹雪。ネルスキュラのクエストでは異常気象が吹雪となっていました。しかし洞窟内だったからか吹雪いてはおらず、ホットドリンクも特に必要がなさそうでした。別の層だと必要になるのかもしれません。続きまして新モンスターのプレイ動画で気になった点です。まずはネルスキュラ。ネルスキュラサイズ感的に過去作より随分と小さくなっていました。毒、眠り、糸での拘束という3つの状態異常を持っていることは継続で、糸拘束に関しては今作も硝酸剤で解くことができます。巣にはネルスキュラベイビーが多数存在します。このベイビーは雲恐怖症モードで全てスライムにすることができます。ネルスキュラのモーション、モンスターハンター 4G にはあった生々しさが減ったことにより、苦手に思う人は少し減ってるんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。ネルスキュラはもともと頭とお腹でダウンするモンスターでしたが、集中弱点攻撃のおかげで足の傷破壊でもダウンを行うようになりました。また頭周りの判定が大きくなったのか、爪の判定が狭まったのか、頭に攻撃をかなり与えやすくなっているように見えます。過去作でもあった尻尾で睡眠、寝ているモーション中にハサミ攻撃で毒を与えるという極悪セットのモーションは健在です。過去作ではここにハンマーのスタンプなどを合わせてスタンを狙うなどして対処してましたが、今作では集中弱点攻撃が可能になっています。疲れると移動で勝手にダウンしたりも既存モーションとして残っています。今作のネルスキュラはかなり狩猟がしやすそうな印象です。うずつな。うずつながまとっているベールへ攻撃すると、盾のようなアイコンとダメージ数値が青く変化していました。このベールは肉質が硬くダメージを与えづらいんですが、ある程度攻撃するとベールが破壊できるようです。ベールが剥がれると弱体化状態になり、ロワルドロスのような見た目になります。そしてまたしばらくするとベールをまといます。ベールの肉質は硬いので、ベールを狙って弱体化を狙うか、肉質の柔らかい本体を狙うか、難しいとこですよね。ベールに対してはガンランスの砲撃やボウガンの鉄鋼榴弾、オータル爆弾など肉質に左右されない固定ダメージが活躍するかもしれません。うずつなの滝登りが確認できました。そして滝登った後のフィールドにぶら下がることが可能なクサビムシが空中高くに大量にいたことから、このクサビムシを利用してでないと避けられないうずつなの必殺技のようなものがあるということが予想できます。歴戦王ネロメールのあの大技のようなものでしょうか。今回の私有ではうずつなは撃退であったため確認は取れていないようです。本編が楽しみです。土砂熊討伐ケマトリスの後か。メディア私有会ではゲーム冒頭からうずつな撃退までプレイできたとのことで、今回私有した範囲はうずつなでチャプター1の5までとのことでした。そしてこちらのモンスター図鑑ご覧ください。ケマトリスは登録されてるんですが、土砂熊がありませんよね。なので序盤はもしかするとチャタカブラ、ケマトリス、土砂熊と討伐した後、火の森に移動してラバラバリナ、ババコンがうずつな撃退の順番であるということが
予想できます。もしかすると土砂熊は序盤でのストーリー対象モンスターではない可能性まであると思ってます。また、モンスターハンターワールドのストーリーでも、古代樹の森の頂点モンスターであるリオレウスを討伐する前に、大アリツカの荒れ地に行ったように、この序盤の段階でレタウやバーラハーラも狩猟できるけど、ストーリーの対象モンスターではまだない。つまり、ある程度進行を無視して強力なモンスターを狩猟できる仕様なのではないかなと予想していますが、ストーリー進行しないとそもそもこれらのモンスターが出てこないという可能性も十分にありますので、どちらになるか今から気になってます。もし最初からレダウが狩猟できるのであれば、序盤にレダウを狩猟してみたいなと思ってます。武器の調整。武器の調整で気になった武器ピックアップしていきます。まずは弓です。全体的に攻撃の威力とレスポンスが向上しています。射撃から号射の派生は目に見えて速くなっています。モーションが短縮されたことにより、時間あたりのスタミナの消費量が増えるということが予想できます。クイックショット、号射の広がりが狭くなったように見えます。狙いたい部位に矢を当てやすくなりそうです。シルベの矢の誘導率が下がり、威力が緩和しています。オープンベータテストではシルベの矢を放ってから開始でしたが、号車が照準方向を中心として発射するようになったこともあり、エイムが上手い人はシルベの矢を使わず、仕込み矢ゲージは瓶に全力投球になるかもしれません。仕込み矢ゲージの最大値が上昇しています。スキルか何かで増やせるのではないかなと思うんですが、このあたり気になってます。瓶のセット数が10本になってました。これは雪撃瓶だからの可能性もありますが、もし強撃瓶も10本セットできるのであれば、矢をセットする回数が減らせて、狩猟テンポ的にかなり快適になりそうですよね。局射のスタミナ量が大きく減少し、矢が降り注いでる時間が5秒ぐらいから2秒ぐらいに減少しています。オープンベータテストではあまり使われなかった局射なんですが、レスポンスが向上したことによる時間あたりのスタミナ消費量の増加も相まって、この局射が使われる頻度が上がる可能性があります。秒数に関しては減少しましたが、5秒間その場にモンスターがとどまることが少ないことから、正直2秒で十分なんですよね。集中弱点攻撃で複数の傷をまとめてロックオンするのではなく、傷を順次ロックオンし、破壊する形に変更となりました。一気に破壊ではなくなったことにより、マルチでも破壊しすぎず安心ですし、ダウンも複数回取れるんじゃないかなと思います。続きまして狩猟笛。オープンベータテストよりも抜刀状態での移動速度が上昇しています。さらに響き玉の回避移動速度アップ効果を合わせれば、抜刀状態のままでもめちゃくちゃ速く移動が可能です。ただし、メイン武器とサブ武器の両方に狩猟笛を装備し、かつ戦率が違う場合、気になる仕様があります。メインで自分強化と攻撃力アップを重ね掛けしていない状態で使い、サブに入れ替えて自分強化と非属性防御力アップを重ね掛けした後、自分強化が重ね掛けになっているっていうのはわかるんですが、重ね掛けしてないはずの攻撃力アップも重ね掛けになってたそうです。つまり非属性防御力アップを重ね掛けすることで攻撃力アップも重ね掛けになってたみたいなんですよね。このまま実装してくれたら正直ありがたいとこなんですが、狩猟笛と別の武器種を装備した場合だと、別の武器種に持ち替えた際に重ね掛け効果が切れるという調整のせいで、何かしらの不具合が起こっているだけの可能性もあると思います。総中根。ジャンプ突進切りの武闘跳躍が復活し、跳躍ごとに2段階までジャンプ攻撃の威力が上昇しています。その後の派生は吸収好きなんですが、挙動自体は真下に落ちているので、前に移動する吸収好きよりも交流に近いように思いました。また、吸収切りの出始めに総裁判定が追加されています。追加はされたんですが、出始めに判定があるということで、総裁が成功した後、モンスターが大きくのけぞる関係で、その後の攻撃が少し当たりづらそうに見えます。ただし、レダウの滑空のように
空中攻撃に合わせて使うことで落ちてきてダウンする系にはこの総裁美味しそうですよね。つまり総中根の総裁はモンスターや当てる行動を選んで使わないと大きな効果はなさそうです。そして代替エキスの効果が抜刀時のけぞり無効になり、トリプルアップ効果に風圧、振動、方向を軽減する効果が追加されました。総中根はアッパーされています。そしてスラッシュアックス。斧強化状態の追撃は R2 長押しでも可能になりました。これによりスラッシュアックスでの背面ボタンが必須ではなくなりました。各種攻撃の威力が強化し、剣から斧に変形する攻撃時にスラッシュゲージが回復するようになり、回避からの剣変形切りで集中モードなしでも360度方向転換できる仕様が復活しています。またフルリリーススラッシュの威力が大幅に強化し、完全のきぞり無効効果が追加されました。これにより製品版が来てみないとわからないことではありますが、初心者でもある程度楽に扱う方法がある武器としてスラッシュアックスが筆頭候補に上がってきたかなと思ってます。ただ突き詰めるとどの武器も難しいのは一緒なので、スラッシュアックスが特別簡単な武器というわけではありませんのでご注意ください。そして剣カウンター切り上げのカウンター成功時のダメージ軽減率が上昇。さらにジャスト判定が追加。ジャストカウンター成功時はダメージ軽減率が上昇。さらに方向もカウンターが可能に。リロード中に回避でキャンセルが可能になったりと、スラッシュアックスかなりアッパーが入っています。正直オープンベータテストのスラッシュアックスは一番かわいそうだったので、ここはちょっとホッとしています。ボウガンのカスタマイズ。ボウガンは装着する強化パーツによって装填可能な弾の数やレベルを調整できるほか、特殊弾の変更も可能となっています。強化パーツは2つ装着することができ、1枠目か2枠目のみで付けられるパーツもあるので、自由度はある程度ある中、そこそこの縛りはありそうです。ライトボウガンの強化パーツは装填数を増やす効果の追加弾装でした。このシステムを考慮すると、今作ではスキル、装填拡張はないかもしれませんし、さらにプラスで追加される可能性もあると思います。武器係数の使用有無。これに関しては、歴戦のハンターさん以外は特に興味のないことなのかなと思うんですが、武器係数を使用すると、モンスターハンターワールドなどのように、武器の基礎攻撃力に対して武器種ごとの固有の係数をかけた値で表示することになりました。武器係数は一撃の威力が高い武器ほど大きく設定されています。例えば基礎攻撃力90で武器係数ありですと、体験が432、スラッシュアックスが315、チャージアックスが324となっていたので、武器係数は設定を変えなければワールドと同等の数値です。この武器係数を使用しないという設定にした場合は、基礎攻撃力がそのまま表示されるため、攻撃力の上昇値や他武器種間での攻撃力を比較した際に分かりやすくなります。私は武器係数を利用しないを利用する予定です。そして最後に懸念点。まだ Day1 バグの修正段階か。気になった点としましては、使用中は狩猟クエストに専念してくださいとの公式アナウンスがあったとのことから、実質エリア探索 NG だったそうなんですよね。このことから、まだまだエリア中にバグが多数存在する状態かもしれないと思いました。そんな中でオープンベータテストを開催し、さらに延長していただけるのは本当にありがたいなと思います。しっかりとパッチが当たった製品版が楽しみです。ということで今回はメディア向けの先行試遊会の内容をまとめて共有しました。またモンスターハンターワイルズの最新情報をキャッチ次第動画で投稿していきます。本日は投稿が遅れ誠に申し訳ありませんでした。動画良かったよって方は高評価ボタンのポチをお願いします。またね。